盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養泉4代目北谷隆一です。今回のテーマは夏に盆栽を買う時の注意点というテーマでお話ししていこうかなと思います。でその前にちょっとだけお時間ください。今無料のねメールマガジンやってますんで、概要欄の登録フォームからもうメールアドレスで登録するだけで定期的にメールが届きますので、よかったらそちらでも勉強してみてください。では本題戻ります。夏にね盆栽買う時の注意点ということなんですけども、うちのチャンネルはもう松しか言わないので、これも松盆栽に対しての話なんですが、そうでなかったとしてもやっぱね盆栽って一番夏場枯らしやすいなと思うんですね。水やりの回数増えますし、もう最近だったらすごい日差しでねもう葉焼けとかも松で葉焼けはなかなかないにしてもね、雑木なんかだったら結構寒冷車とか張っておかないと、日よけですね、遮光というかそういうのしておかないとかなり厳しい時期ですね、最近の真夏は特に。でそういう夏にね盆栽買いたいなというタイミングが来て、そういう時に欲しいなと思えば買っていただいたらいいなとは思うんですけども、水やりが結構他の冬だったら2日に一遍みたいなとこが、夏場だったら1日2回とかね、でそれを毎日雨ちょっと降っても全然水が足りないみたいな、そんなこともあったりするんで、かなり気をつけて買われた方がいいかなと思います。でその中でも特にというわけではないんですけど、この辺りちょっと注意してもらったらなというのを、そうですね、今日は簡単に 2点ぐらいご説明しようかなと思います。まずこちら小さい方の盆栽、これ五葉松ですね。で五葉松でも種からの五葉松、黒松についでないタイプの五葉松です。でこれはね特に夏弱いんですね。未生五葉松と言われる、種類になるんですけども、だから夏場買われて、初心者の方が特に夏場買われたとしてね、これだったら多分日当たりのすごいいいとこだったらちょっと遮光した方がいいんですね。日差しを少し遮った方がいいと思います。真夏の強い日差しそのまま当てるとちょっと傷みやすい樹種なんですね。もともと山の中でも高いとこに生えるようなそういう品種なんで、平地のね日差しの強い照り返しの強いところに置くと結構それで傷んでしまう。で水やりもしっかりやってもいいんですけど、でもしっかりやったらいいか、サイズとかね鉢の大きさとかいろんなによりますけど、やりすぎたら黄色くなるみたいなこともあったりするんですが、こういう難しい木に関してはそうですね、夏の初めとか夏の真っ最中とか買うよりかはもうちょっと涼しくなってきたなっていう10月とか11月とかね、そのあたりから持つ方がおすすめかなと、慣れてない間は。で次の夏ぐらいまでに慣れてもらって、そこからしっかりとね、夏場ちょっと難しいですけどそれまでに準備整えて管理されるみたいな、そういうのがいいかなと思います。はい、だから未生五葉松は夏場ちょっと初心者の方は気をつけてお買い求めくださいと。はい、で次こちら、これ黒松なんですけども、今ね今日撮影してるのが6月の後半ぐらいです。でまだ芽切りしてません。はい、で、初心者の方が買う前提でお話ししましょうかね。夏場に、こういう状態芽切りもうぼちぼちしてもいいかなというとこなんですけど、香川県だったらこれぐらい伸びて、植え替えもしてない木なので、7月手前、ぐらいでいいかなと思います。でもその初心者の方ね、この状態で買って芽切りっていうのを知らずにそのまま置いとくともうどんどんボサボサになっていくんで、夏前、芽切り前に知らずに買われた場合はね、芽切り大事だというのをここで今知っていただいて、
でいつ頃目切りしたらいいかみたいなのはその販売店さんにこれいつ頃目切りしたらいいですかとかどうやってやったらいいですかみたいなのをお聞きしてから買われた方がいいかなと思います。これを見てる頃はもう目切りの時期済んでるかな、もしその時だったら、慌てて目切りはせずに秋冬の手入れでね挽回できることもありますんで、目切りはね大体もう7月の初旬ぐらいまでにできなかったらもうそれはもうどんだけボーボーでもちょっと諦めた方がいいです。もうしばらく置いといて、そうだな10月とか以降にあまりにも大きすぎる芽をもう元から取るとか、そこでバランス取ってください。はい、なんでこれ目切りされてない木を、そのちょうど目切り時期かその前ぐらいに買われる時はどうやったらいいですかっていう販売店にお聞きする相談するみたいなことはした方がいいかなと思います。はい、なんで夏場のね盆栽を買う時の注意点として基本的にその水やりが大変だから、初心者さんはもうちょっと我慢して涼しくなってから買われる方がまずおすすめっていうのと、それでも欲しいとなったらその時にそうですね、普通の黒松もう手入れも済んでるような黒松も含む普通の黒松、そうですね、手入れ済んでる黒松とか、次の五葉松とかね、あの辺りは強いんですけど、こういう未生五葉松とかもともとその日差しとか暑さに弱い木を買われる場合は特に注意しましょうと。何も準備せずにはちょっと危ない場合もありますよという。あと目切りしてるしてないのね判断ができた方がいいかなと、その夏場ね買われる場合は。はい、本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。2024年8月21日から26日まで阪急梅田本店の9階最上で盆栽の販売を行います。僕だけでなくてね香川県5人ぐらい行くのと、愛媛県からも来るし関西圏からも来るというんで盆栽園がですね、そういうイベントをやってますんで、ぜひとも来られるという方はお越しくださいませ。お待ちしてます。